こんにちは、ミッキーです。今回は丸の内八重洲を深掘り東京駅カフェ6000としてご紹介していきます。全国旅行支援が10月に始まって以降、県外からもたくさんの方々が訪れているであろう東京駅。私自身、東京駅勤務のサラリーマンでもありますので、週末を中心に賑わいを見せています東京駅がさらに進化していく様子を日々感じています。そんな私だからこそお勧めできる東京駅周辺のお店を厳選してお伝えできればと思って、特に今回は朝活で実際に利用させていただいている神コスパ店や食べログ100名店のカフェ、2022年新オープンのカフェなどをご紹介してますので、ぜひ参考にしていただいて充実したカフェ巡りにしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、食べログパン100名店2022にも選出されていますポワンエリーニュというところでございます。フランス語で点と線を表しますポワンエリーニュというお店なんですけども、丸の内という東京の起点から世界という線へメイドイン東京のパンの美味しさを発信したい、そんな願いを込めて展開しているベーカリーカフェになっています。軽くてもなお芳醇なテイストと香りを持つ完全オリジナルなパンを追求し、独自に開発した国産良質小麦をさらに様々な素材と自家ブレンドして提供してくれていまして、一つ一つ丁寧に焼き上げたパンは絶品になっています。お店の中の雰囲気も非常に大人な空間になっていまして、落ち着いた雰囲気になっていますので、東京駅勤務の方々は隠れ家的に利用していただくのもとてもおすすめかなと思います。こちら今回モーニングでいただいてるんですけども、ランチタイムやディナータイムもおすすめでございまして、ミシュラン一つ星とビブグルマンを獲得したシェフがパンに合うフランス料理を提供してくれているということでございますので、そのあたりも注目になっていますし、約100種類を備えていますソムリエ厳選のワインも絶品だということでございますので、ぜひ合わせていただいてみてください。個人的におすすめなのはモーニングでございまして、モーニングで提供されるパンはこういった形でご自身でリベイクしていただくこともできますので、焼きたてのサクサクのパンをいただくことができるというところも注目のポイントになっています。朝は8時からオープンしていますので、仕事前の朝活にも抜群でございまして、私も実際にこちら8時に訪れて、その後の仕事に備えるという形で利用させていただいています。こちらこの日に頼みましたモーニングスープセットになっていまして、この6種類のディップをパンにつけて食べていただくことができます。こちら左手に映していますのはパンリベイク前の状態になっていまして、リベイクしていただきますとこんがりと焼けたパンをいただくこともできますし、リベイクしていただかなかった場合でもふんわりとしたパンをいただくことができますので、そこも嬉しいポイントです。さらにですね、今右手に映ってますけれども、テイクアウト用のカップでドリンクをいただくこともできますので、こちら朝食いただいた後にこのカップを片手に出勤していただくというのもおすすめなポイントかなと思っています。続いてご紹介させていただきますのは、食べログビストロ100名店2021に選出されましたおしゃれカフェでありますブラッスリービロンさんでございます。こちら丸の内店をご紹介してるんですけども、渋谷店もあるようなので、ぜひ気になる方は渋谷の方も訪れてほしいお店になっています。丸の内店と言います通り、東京駅の数地区にあるお店になってますので、東京に来られた方が朝から活用するにはとてもお勧めできるようなお店かなとも思っています。こんな感じでモーニングメニューはメニュー A からメニュー E までありますのと、メニューステークというのもありましたので、ぜひですね、懐事情とも相談しつつ、お好みのスタイルで朝ごはん楽しんでほしいなと思っています。こんな感じで店内に入っていただきますと、早速めちゃくちゃ美味しそうなパンだったりとかケーキだったりとかが置かれていますので、ぜひですね、このあたりも確認していただいて、東京のお土産とかにも買っていただくのもお勧めできるかなといったところでございます。ただですね、結構値段はしますので、その辺は先ほども申し上げた通り、財布の事情ともご相談しながら考えていただくととてもいいかなと思っています。
ただただ眺めているだけでもとても満足感たっぷりになっていますし、こちらの東京駅のエリアですと、ここで買っていただいたパンをテイクアウトしていただいて、例えば皇居周辺を散歩していただいたりとか、あとは日比谷公園周辺を散歩していただくといったご利用用途でもとてもお勧めできるかなと思いますので、ぜひこちらでパンを買っていただいて、あとはコーヒー等もテイクアウトしていただくというところも別の楽しみ方になるかなと思っています。こちらのビロンさんの一番の魅力は、今映していますようなパリのバゲットコンクールで優勝したお店でも使用されている高品質の小麦粉レトロドールを使った本格バゲットになっています。フランス語でカジュアルな居酒屋という意味を持つブラッスリーとして、フランスの日常的な料理と一緒に各種ワインも楽しめるといったお店になってますので、朝はもちろんですけれども夜の時間にもおしゃれに過ごすことができるかなといったところでございます。このバゲットを使ったメニューも非常にたくさんありまして、例えばこの辺りの東京駅周辺にお勤めのサラリーマンの方々なんかは、こちらをテイクアウトしていただいて昼休憩等にご活用いただくというのも一つお勧めできるポイントかなと思っています。そして店内はこんな感じで天井の高い様子にあるフランス風の空間になっていまして、こちらで昼ご飯だったりとか、もちろん朝ご飯、そしてディナーも楽しむことができるかなといったところでございます。で、この贅沢な空間は赤を基調としたおしゃれな外観ともすごくマッチングしてますので、そのあたりも注目になっていますし、細かい装飾にこだわったクラシカルな店内空間もめちゃくちゃおすすめでございます。で、こちらがこの日いただきましたメニュー B でございまして、クロワッサンとサラダとスープがついたメニューになっています。他にもですね、看板メニューの馬肉のタルタルというものですとか、フランス直送のドーバーソールのムニエル、あとは伝統的なフランス菓子もおすすめになっていますので、そのあたりも時間に余裕がある方はじっくりと楽しんでいただきたいと思っています。で、このクロワッサンもですね、めちゃくちゃ外はさっくり中はふんわりといった言葉がぴったりなパンになっていましたので、ぜひご自身でお店に訪れていただいて確認していただきたいなと思っています。他にも朝からサラダやスープを味わえるというところで栄養バランスも比較的優れているかなと思いますので、そういった部分もおすすめかなと思っています。続いてご紹介させていただきますのは、進化し続ける東京駅に昭和の面影を残す喫茶店でございますアロマコーヒーさんでございます。こちらの店は私出勤の時にも非常にたくさん利用させていただきまして、めちゃくちゃコスパがいいモーニングが魅力になってますので、ぜひ皆さんも利用していただければと思います。直火式焙煎で焼き上げましたコーヒー豆をサイフォンで入れます香り豊かな一杯と、今申し上げましたようなコスパの良すぎるモーニングが魅力のお店でございまして、1970年の創業以来、熱風式の大量生産に頼らず、直火焙煎で丁寧にじっくり焼き上げてコーヒーを提供するスタイルは変えず、香ばしさにこだわった豆を焙煎し提供してくれるお店でございます。豆をひいて袋詰めにした後も、袋には目を凝らさなければ確認できないほどの小さな穴を開けて豆に呼吸をさせているということでございまして、こうすることで豆の鮮度を保つことができ、美味しいコーヒーの提供を可能にしているということでございます。こちらのお店は朝7時からオープンしてますので、間違いなく朝活に利用できますし、私のようにサラリーマンにもおすすめかなと思いますし、さらに申し上げますと、モーニングは12時まで可能だということでございますので、例えば東京駅周辺で宿泊された方がチェックアウトしていただいて、こちらでモーニングいただいてから地方に行かれるという形でもご利用いただけるかなと思います。八重洲地下街でございますので、このまま食べていただいた後に少し歩いていただいて新幹線に乗るということもできますので、そういった用途でもとてもおすすめでいいかなと思いますので、ぜひ全国旅行支援と合わせて活用いただければというところでございます。こちらがモーニングセットになっていまして、なんと550円税込みでございますし、この厚切りトーストとジャム、バター、あんこのトッピングがついて、さらに右手に映ってますゆで卵がついています。そしてさらにホットコーヒーついてくるんですけども、ホットコーヒーもおかわり自由になってますので、もうこちら本当に入り浸ってですね、利用できるようなお店になっています。この八重洲地下街というエリア自体がですね、もうとりあえず東京駅で迷ったらこの中から店を探していただいて、飲み会もいいですしランチもいいですしって形でご利用いただけますので、ぜひですね、アロマコーヒーさんに乗っていただいた際にお気に入りのお店を八重洲地下街の中から探していただいて、例えばその日の夜には気になったお店でディナーをいただいて帰っていただくというのもおすすめかなと思います。さて、続いては東京駅前にあります切手丸の内から2022年7月にニューオープンしましたスノーピークランドステーション東京に併設されていますカフェをご紹介していければと思います。
こちらのカフェでは自然の恵みや人とのつながりを感じられるカフェをコンセプトにしていまして、ランドステーション東京自体があなたの生きるが満ちていく濃密な野遊びへの始発駅というコンセプトになっていますので、まさにこのスノーピークというブランドが手掛けるだけあってアウトドア好きな方必見なお店になっているかなといったところでございます。新潟の燕三条に本社を置きまして、日本各地に拠点を持つスノーピークならではの視点で地方の魅力を発信してくれるようなブランドスターにもなってますので、ぜひですね、そういったところも確認していただきつつ、カフェの空間楽しんでいただければと思います。スノーピーク製品をはじめまして、各地の特性を生かしたアイテムを用意していまして、イベントや体験ツアーを通して、その土地に根付く自然や文化、人々の思いを紹介してくれています。そんなランドステーション東京が提供してくれているカフェのおすすめは、経産牛と呼ばれるブランド和牛を使ったアウトドアカレーや、体と地球に優しい豆野菜カレー、そして日本茶の新たな可能性として注目されています和紅茶になっています。インテリアもスノーピーク製品に囲まれていますので、その使い心地含めてこのカフェでは体験することができます。ちなみにこちらのスノーピークランドステーション東京さんでは、ここだけで購入可能な限定アイテムもあるということでございますので、ぜひですね、アウトドアファンの方、そしてスノーピークファンの方々は訪れていただいて、カフェタイムはもちろんこのストア内の見どころを堪能していただければというところでございます。こちらはこの日いただきましたあいがけカレーとトラヘビカフェラテになっています。おすすめなアウトドアカレー、豆野菜カレーをあいがけでいただくことができまして、見た目にもとても美しい形になってますので、都会なんだけれどもアウトドアな雰囲気を感じていただきつつ、そのカレーの味わいを噛み締めていただければと思います。他にも以前ご紹介したサザコーヒーさんなど、切って丸の内の中には注目な店舗がありますので、その辺も注目していただければと思います。続いてご紹介しますのも、同じく切って丸の内から丸の内カフェ会というところのご紹介でございます。こちら夏に撮らせていただいた映像になってますので、切って丸の内入っていただきますと、こういったひまわりで彩られたようなおしゃれな空間が広がっていました。この切手というビルに関してなんですけども、こちらは日本郵便が手掛けている商業施設になっていまして、切手という名前から想像つくかと思うんですけども、切手を貼って大切な人へお便りを送るように商品やサービスに付加価値を加え、その思いまでも届けたいという気持ちと、切手という意味が込められているということでございます。ということでですね、切手さんのご紹介になってしまったんですけども、今映していますのが丸の内カフェ会でございまして、和と洋の出会い、東京と世界の出会いをコンセプトに、タリーズコーヒーさんと伊藤園のコラボレーションによって実現した和カフェになっています。カジュアルに楽しめる本格的な日本茶や紅茶、バリスタが入れるコーヒーをいただける居心地の良さを目指した天井の高い和モダンな雰囲気の中で Wi-Fi や充電を完備した空間になっています。ということで今映しています通り、パンケーキも含めまして和なスイーツがたくさんありますので、ぜひですね、東京駅の中で和スイーツ試したいという方は訪れていただければと思います。以前にご紹介した東京駅特集の中でも JR さんが提供するようなジャパンレールカフェ東京というお店をご紹介してるんですけども、こちらのお店も和な空間が広がっていまして、やはりですね、東京駅自体が観光に来られた方、特にインバウンドで来られた外国人観光客の方が楽しめるような空間を目指しているのかなといった印象でございますので、ぜひそういったところも合わせて楽しんでいただければと思います。そしてこちらこの日にいただきました抹茶ティラミス、あとはセットでいただきました本日のコーヒーになっています。こちらの宇治抹茶ティラミスに関しましては、宇治抹茶がたっぷりかかった様子が伝わってくれるかなと思うんですけども、実はこちらは小豆と黒蜜が絶妙にマッチしている和風なティラミスになっていまして、チーズクリームも含まれていますので、少し酸味を含んだ大人な味わいも特徴的になっています。といった形でティラミスなんだけれども甘ったるすぎずにいただけるところが嬉しいポイントになってますので、ちょっとスイーツが苦手だという男性の方々でも十分に楽しむことができるようなスイーツになっているかなと思います。そして最後にご紹介しますのは、こちらの2022年の9月にオープンしたばかりの本物を提供するカフェでございますザ・フロントルームでございます。9月6日に開業20周年を迎えました丸ビルを祝福するかのごとく誕生し、すでに多くのお客さんで賑わっているのがこちらの空間になっています。こちら平日の昼間に伺ったんですけども、たくさんのお客さんがいらっしゃいまして、しかもランチ時というよりかはですね、少し遅めのランチタイムに伺ってますので、それでもこの混み具合ということでございまして、その注目度が伺えるかなと思います。
便利だけども本物が味わえる、シーンを変えて一日中使えるタイムレスなレストラン、カフェをコンセプトにしていまして、日本全国にこだわりの高級感あふれるレストラン展開を行っていますヒュージさんが作る初のカフェ業態になっています。株式会社ヒュージさんは、その街に足りないものとは何か、他が真似できない新しい業態のあり方とは何かを常に考えまして、食を通じて文化を変えるためにレストラン事業を展開しているガチすぎる企業になっています。ここザ・フロントルームも料理人、スタッフ、バーテンダーとそれぞれのプロフェッショナルが本物を提供する店舗になっていまして、カフェの常識を覆すほどの高級感あふれる空間になっています。こういった形でメニューも非常に豊富でございまして、モーニングはもちろんランチタイム、カフェタイム、そしてディナータイムと様々なシーンでご利用いただけるような高級感あふれる空間でございます。ちなみにそんな空間だからこそ席料のチャージとして 10% がサービス料にかかりますので、その点はあらかじめご認識いただくと良さそうです。あとですね、薄々気づいてるとは思うんですけども、やはり東京駅周辺はですね、少し東京駅価格という形で少し値段がかかってしまうので、その点だけはご利用いただければと思っています。こちら、この日いただきましたコーヒーの様子なんですけども、サイフォン式で一杯一杯丁寧に入れていただいて、目の前で注いでいただくこともできますので、そういったところもポイントになっているかなと思っています。そしてこちら、この日いただきました、ナス御養卵のクラシックプリンと、あとはシングルオリジンコーヒーでございます。こちらのプリンはですね、ナスのブランド卵でありますナス御養卵をたっぷり使いまして、クラシックなスタイルに仕上げました固めプリンでございます。カラメルのソースは卵の味に負けないようにほろ苦に仕上げた大人の味わいになっていました。生クリームで甘さも調整しつつ、ぜひその味をしっかりと噛み締めていただければと思います。そしてこちらいただきましたシングルオリジンのコーヒーなんですけれども、コーヒーはみなとみらいのハンマーヘッドロースタリーさんで焙煎されたコーヒーになっていまして、こちらも非常に美味しい味わいになっています。なんといってもシングルオリジンコーヒーでございますので、そのコーヒー豆のクリアでフルーティーな味わいをしっかりと感じることができますので、コーヒー好きな方でも必見かなと思っています。以上、今回は丸の内八重洲を深掘りということで、東京駅カフェ6000をご紹介させていただきました。いずれの空間もとても高級感があふれて落ち着いた雰囲気になってますので、特に大人なひとときを過ごしたいという方にお勧めできるような空間になってたかなと思っています。あとですね、途中でご紹介しましたアロマコーヒーさん、私もよく使ってるんですけども、東京駅の中でもこんだけコスパがいいような空間が実はあったりしますので、ぜひ今回の動画していただいた方はチェックしていただいて日常使いにもご利用いただければと思います。あとはスノーピークさんのようにですね、東京駅の周辺はそのブランドコンセプトを伝えるためのお店もたくさんありますし、過去にご紹介しているような銀座編の中でもそういったお店をご紹介してますので、東京駅周辺散策していただいて、ご自身がお好きなブランドの理解も深めていただくことが一つの楽しみ方にもなるかなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。